確かにめっちゃ綺麗ですわ。顔めっちゃ似てんのに髪型が全然似てないんだけど、なんで？このメロンいくらだと思う？ 3.5 やで。イタリアからポルトガル向かいます。はい、今リスボン空港着いたんで、今から市内向かいます。市内までは電車で向かいます。もう人の原型とどめてないですやん。カエルですやん。なんか電車は結構古びた感じです。ちなみにポルトガルは関西と一緒で、右側が止まる人で左側が歩く方です。はい、ポルトガルの景色こんな感じで結構綺麗です。うわ、えぐいな。ちょっとここ行かないといけないんで頑張ります。ちょっと待って、えぐすぎる。坂道多いって聞いてたけど、こんな長いとは思わんかったわ。はい、至る所にね落書きしてあるんですけど、木に落書きしてるところ初めて見ました。 Love って書いてます。 Love ということで、本日泊まるホステル到着しました。 G スポットホステルです完全にふざけてるだろ。絶対ダメでしょこの名前。こんな感じです。はい、ちなみにここ8時9時から10時ビールとワイン飲み放題らしいです。ちなみにワインもビールもめっちゃ美味しい。マジで美味しい。赤ワインめっちゃ渋めで美味しくて、ビールねキリッとしてて結構フルーティーな香りしてめっちゃ美味しいです。これ無料やばいな。ちなみに朝ごはんも無料でついてきます。これクッキーです。はい、皆さんこんにちは。今日はですねリスボン市内観光していきたいと思います。本当は昨日と一昨日観光する予定だったんですけど、めっちゃ雨降ってて延泊する羽目になりまして、今日と明日で晴れの予定だったのになんか雨の予報になりやがって、今いるところは晴れてるんだけど、奥の方とかね結構曇ってます。めっちゃ不安です。今日観光しないといけないんで、はい、仕方なく今日観光していきたいと思います。なんかリスボンの鳩柄キモくね。はい、でまず最初にリスボンカードっていうねカード買いに行きます。でリスボンカードはちょっと表に出すんですけど、こんな感じでリスボンのね主要な都市の入場料が無料になるのと、公共交通機関ねほぼ全部が無料になるんで、リスボン観光する人はね買うしかないカードです。チケットはね21日券と2日券と3日券があって、今回ね1日で全部回りきりたいと思います。チケットはオンラインで買うか、こういう地下鉄のチケットセンターみたいなので買えます。でオンラインだと買った後チケットを取りにまた別の場所に行かないといけないんで、こういうインフォメーションのとこで取った方がいいと思います。はい、なんかメトロの駅では買えないらしくてですね、教えてもらった結構デカめの、駅ですねの下とかにねたまたま今見つけたんですけど、リスボアカードっていうチケットカウンターがあるんで、ここでね買います。はい、料金こんな感じで、24時間で31ユーロ、48時間で51、72時間で62ユーロです。で学生は、安くなってます。で最初にね使った時点から、カウントされます。買った時から24時間じゃなくて、最初に使ったら24時間かかります。はい、はい、でリスボアカードね結構いろんなとこが無料になるんですけど、このパンフレットにね無料になるところが書いてあります。ということで今からベレンの塔っていう有名な観光スポット行きたいと思います。ベレンの塔到着しました。ゴリゴリ修復中です。海上防衛のために1521年に建てられて、最初は海上防衛のために使われてたんですが、後に刑務所とか灯台としてもね使われたみたいです。ポルトガルがね大航海時代の時にね灯台として使われてたみたいで、今でも灯台として使われてます。ちなみに世界遺産です。風めちゃくちゃ強いです。そしてねなんかやってなさそうなんだよね。嘘でしょ。 Today is close? マジか。タイミング最悪やな。ほんとついてないわ。はい、これがベレンの塔で、この海みたいな川はですねページョ川っていう川です。近くではホーニューワールドを演奏しております。
めっちゃうまいんだけど近くはこんな感じです。すごいのどかです。カモメさんこんにちは。うんこしたということでベレンの塔行ってきたんですけど、いや最近本当に運がないっすね。本当に風が気持ちいいですわ。はい、続いて発見のモニュメントという場所にやってきました。こちら1958年にポルトガルの探検者や航海者たちをね称えるために作られたモニュメントになります。で見た目がね、船みたいになってます。先頭の人がねエンリケ航海王子と言いまして、ワンピースでいうとねゴールドロジャーみたいな人です。はい、近くではおじさんがいい声で歌っております。めっちゃいい声長渕剛みたいやな。で髪型がやっぱり当時の髪型なんでちょっと現代人から見るとダサいですね。女王様もいらっしゃいます。中も入ることができて、このリスバーチケットでね無料で入れます。ジャパン、いやジャパン。はい、エレベーターで登ってね、まさかのなぜか階段でまた登らされてます。はい、エレベーターで完結させてほしいですね。はい、上から景色がね見えるんですよね。細っ。おお、すごいたっけ。はい、市内も一望できます。いや茶色い屋根がめちゃくちゃ綺麗やな。人がゴミのようだ。ちなみに僕の大先輩でもある、世界一周をねしたマゼランという方は地球儀みたいなのを持ってる方で、正確に言うとマゼランは世界一周の半ばでね死んでしまったらしいんですけど、はい、大先輩がいらっしゃいます。広場の中央にはねその一行が通った年代とルートが書いてあるんですけど、はい、日本ありました。1541年に到達したみたいです。やるじゃねえか。発見のモニュメント見てきた感想なんですけど、大先輩を見れたことが嬉しかったぐらいです。それぐらいしか感想が出てこないですめちゃくちゃ笑われてるよ。はい、あと登ってみた発見のモニュメント登ってみた感想は、高いな以上です。続いてジェローニモス修道院に行きたいと思います。こちら建設費なんとスパイスで支払われたらしいです。特に胡椒の税収で作られたみたいです。おもろすぎるやろ。当時は塩と胡椒がめちゃくちゃ価値が高くて、胡椒一粒で金貨と同じような価値があったみたいですもう今だったらもう大儲けです。ここも無料でチケットで入れます。はい、まず入り口はねめちゃくちゃアホ面な方がお出迎えしてくれます。すごっ。うお、サイゼリヤの最上級って感じやな。これは誰でしょう。はい、中庭こんな感じでもう綺麗すぎます。で天気がめちゃくちゃいい、最高。この柱なんですけど一つ一つね柄が違うみたいで、こっちの柱は結構花とか植物が多いんですけど、こっちの柱は綱とか貝とか、海をモチーフにしたね柱とか、あとはね十字架の柱とかもあるみたいです。こっから下に下がっていきます。地下通路的な感じで結構かっこいい。いや1階もね装飾がめちゃくちゃ細かいですわ。はい、1階の柱にはこうやって鳥とか動物とかね、不死鳥とか、あとはドラゴンみたいな、怪物みたいな、他にはね人魚とかもいるみたいなんですけど、これはね、海のね怪物伝説とかをね、未知の生物とかを表現したみたいです。そそるやないかい。次にここはですね、バスコダガマっていう、誰しもが聞いたことあるんじゃないかっていう方と、ルイス・デ・カモンイスっていう方が眠っている棺です。ちなみにルイス・デ・カモンデスは詩人みたいです。バスコダガマは、インド航路の開拓者です。なぜか同じ棺に入れられてるみたいです。
修道院の内部にやっておきました。めっちゃ天井高いです。確か天井は25メートルぐらいあります。内部の奥はあんな感じです。多分普段は入れると思うんですけど、見ての通り工事中です。マジでついてない。館内の左側なんですけど、ここ結構すごいです。金がいっぱいです。で、下に多分イエス・キリストさんがいて、上にね、おっといけね、ハグリッドがいます。多分あれハグリッドだと思います。十字架をね背負っております。おっといけね、あそこ入り口で今出てちょっと歩いたところなんですけど、ここえぐいですわ。装飾が細かすぎる。はい、めちゃくちゃ人が積み重なっております。はい、修道院行ってきた感想なんですけど、すごいです。いやマジでね、どこ歩いてもね街が綺麗です。可愛い街並みしてます。ヨーロッパね、なんでかわかんないんですけど、大体ね広場にはね柱が置きがちっていう、何なんでしょうね。あと噴水も置きがちっていう、世界七不思議です。今リスボンのねトレンドマークにもなってるらしい写真スポットみたいなところに来たんですけど、確かにめっちゃ綺麗ですわ。で、この電車は動かないのかな。動いてほしいですけどね。洗濯物が干してあったりしていい感じです。ちょっと歩いてたら面白そうなお店見つけたので入ってみたいと思います。ここね、多分その年に作られた缶詰がね全部売ってあります。すごっ。僕だったら2000年ですね。これ何が入ってんの。はい、この年代物のやつは全部中身はイワシみたいです。一番古いのが1940年のやつですね。多分お土産とかに良さそうですね。続いてタイムアウトマーケットにやってきました。フードコートみたいな感じです。めっちゃ人いるわ。はい、もう大人気でございます。日本の寿司も売ってます。はい、もうとにかくいろんなもの売ってます。はい、牡蠣1つ 2.9 でリゾットだと19もするわ。えぐ。この美味しそうなタコ1本入ったやつは17です。なんか安くでちょっちまちましたものを食べれるって聞いてたんだけど、全然そんなことないんだけど。ほら、1皿で19とか16とかするんだけど、えぐいって、無理だって。もうね、だいたい10ユーロ超えは当たり前で、このメロンいくらだと思う。 3.5 やで。1切れで 3.5 すんだけど、やばすぎ。さすがに菓子パン系は安いんじゃない。いや、7ユーロからなんだが、一番安くて 4.5 かな。ケーキもだいたい7ユーロぐらいするわ。えぐ。ポルトガルエッグタルトの発祥の地ということでエッグタルト売ってましたわ。これいくらなんだろう。 1.4 です。ということで本場のタルトいただきます。結構甘いわ。外サクサクで中のクリームね、プリンとカスタードクリーム合わせたみたいな味です。はい、結構美味しい。本場のエッグタルトはちげえわって言いたかったんですけど、普段あんま食べないんで本場じゃないタルトあんま分かんない。はい、なんでこれが本場なのか本場じゃないのかが分からないです。どういうこと。まあ美味しいです。で、さっきの場所の近くに日本人の人がねおすすめしてくれたタコのねリゾットのお店があるんですけど、値段見たらちょっと高すぎたんで今回ちょっと断念することにしました。教えてくれたのにすいません。はい、街並みは相変わらず可愛くて綺麗です。続いてリスボン大聖堂にやってきました。リスボンでね最古の教会みたいで、リスボンっていう都市とほぼ同い年ぐらいに作られたみたいです。1755年の大地震でもね崩壊しなかったのでリスボンの不死鳥と呼ばれてるみたいです。名付けた人絶対中二病です。リスボアカードがあったとしても 5.6 ユーロかかるみたいです。 OK、 Thank you。 なんかこんな感じ。続いてこちらのサンタジェスタのリフトに登りたいと思います。これもリスボアカードで無料で登れます。はい、でリスボンのエッフェル塔って呼ばれてて、理由としてはエッフェル塔の設計者の弟子が作ったみたいです。だからなんだっつう話ですね。エッフェル塔には程遠い見た目をしております。今からね登りたいと思います。ちょっと待って、やってないんだけど。マジメンテナンス中なんかな。ガチエグいって。
チケット買わなきゃよかったな。何しに来たんやろマジで。なんかね、この電車に乗るのが流行ってるみたいなんで乗ってみたいと思います。見ての通りめっちゃ人多いです。はい、ここトラム28番っていう結構リスボンで有名な市バスみたいで、細い道とか急な坂とかを登る観光名所らしいです。車内こんな感じで結構レトロな感じでおしゃれです。で窓も開けられるみたい。すごい、こんな細い道も行ってはアトラクションみたい。はい、もし乗る方がいたらですね、海が見えるんで右側じゃなくて左側に乗った方がいいです。はい、28番バス乗ってみたんですけど、だいたいね30分か40分ぐらい待ったんですけど、まあ待つ価値はあるっちゃあります。僕途中で降りたんですけど、普通に足として使えばいいと思います。ただ待ち時間はめっちゃ長いです。でずっとね街の間をね行く感じでスリリングでずっと絶景だったんで、まあ乗る価値はあると思います。ということでこっからサンジョルジェ城入っていきたいと思います。どういうこと？早速クジャクがお出迎えです。すげえ、どういう状況？開いてくれたりしないかな、動画的に。すいません。このチケットオフィスでこのカードをかざしてチケットをもらうみたいです。このチケットもらってここにピッてして入場します。ちなみに無料です。いや入ってね、早速絶景ですわ。リスボンの街が一望できます。いやオレンジ色の屋根がめちゃくちゃ綺麗やな。でこっちは海ですね。いやこれもうちょっとね夕暮れ時に来たら多分最高に気持ちよくなれると思うんですけど、ちょっと他の場所回ってみたいと思います。はい、ここはかつてね王宮として使われてたみたいです。はい、結構迷路みたいになってます。お、すげえ。はい、でこっちはね絶景です。中庭みたいなとこおしゃれですわ。であそこ登んのまあ厳しいって、結構急よ。はい、今からここ登ります。なんかえぐい鳴き方の鳥いるんだけど、どっから誰？多分ねここが一番高くて一番綺麗に見える場所だと思います。めっちゃ綺麗なんだけど、日沈んできたんですけどめっちゃ綺麗です。初知りなんだけど、クジャクって木の上で寝るの初めて見たわ。これどうやって登ったん？しかもめちゃくちゃいるわ。飛んでる、すごい。初めて知ったわ。はい、ちょっとねうんこ落とされる前に帰りたいと思います。いや落とせ、今落とせ。やっぱポルトガルってことでロナルドいたんですけど、顔めっちゃ似てんのに髪型が全然似てないんだけど、なんで？ヒゲまで再現されてる。めちゃくちゃ似てるわ。肌の質感とかも超すごいリアル。ただ髪型だけなんで？茶髪じゃなかったべ。サッカーショップです普通に。ちょっと待って、有名な TikToker ショート動画で見たことある人見つけたんだけど、えぐ撮影の裏側こんな感じです。見たことあるわこれ。2日目。はい、ということでおはようございます。今日はリスボンというところの西側に位置するシントラっていう場所に向かいたいと思います。シントラまでは、電車で向かいます。で電車も昨日使ったリスボアカード使えるんで、朝早くにね電車乗ったら行きのね電車賃は無料で行けるということでお得に行けます。一緒ですね。タッチしたらここは無理です。どこが入り口ですか？はい、こっちですね。こっちからは入れます。はい、で電車結構本数出てるんで、困ることはないと思います。これ行かないよね。はい、車内こんな感じです。はい、ということで40分から50分ぐらいでシントラに到着しました。絶賛大曇り中です。周りは結構ね山道、田舎道みたいな感じで結構落ち着くというか
空気が綺麗でございます。はい、どんな意図でこれを作ったんでしょうか、謎です。ほとんどの観光客が素通りしてるんですけど、こちらがムーアの泉という一応観光スポットです。綺麗なタイルが有名らしい。はい、こちらのシントラっていう町は町全体がね世界遺産に登録されております。見ての通り街並みは結構綺麗です。なんで雨降ってんのに洗濯物乾かしてんだよ。本当に街は綺麗です。可愛い。ここも可愛いですわ。最初にねレガレイラ宮殿っていう場所に行きます。はい、時間10時から5時半までやってて、料金は5歳までが0ユーロ、6歳から17歳までが10ユーロ、18から64までが15ユーロ、65から79が10ユーロになってます。レガレイラ宮殿高いって、で雨すごいって、で暑いって。エントランス11時半、11時半まで開かないのかな。はい、チケットはここで買います。なんか手数料取られて 16.11 ユーロかかりました。高いって。でこの宮殿、雨がすごい。この宮殿ね、地上は宮殿なんですけど、地下は謎解き迷宮ということで、秘密結社の象徴が隠されてるって言われてるんだよね。ちょっとそそるんで登ってみます。工事中であります。はい、登った先は別に何も見えないですね。登る価値なしです。ちょっと見にくいと思うんですけど、あれがねムーアの城跡っていう場所で切りかかっててめちゃくちゃかっこいいですわ。もうそそる場所が多すぎて行く場所に迷います、マジで。とりあえずここが一番そそるんで登りたいと思います。うわーかっこよ。何この遺跡感。これで何もなかった時よ。フラグ立てるのやめとこう。いやマジでね山道歩いてるみたい。うわなんだこの泉みたいなのは。飲めんのかな。すごいな、なんか神秘的。歩いてる途中でねちょくちょく雨宿りスポットみたいなのがあるからいいですね。おっとこれ悪魔の数字が書かれてるよねって話。もうびしょびしょですわ。最後にたどり着いたのがこの扉ってわけ。完全にふざけてるよねって話。めちゃくちゃ有名なスポットを着きました。うお結構高いわ。イニシエーションの井戸という井戸です。でこれ27メートルあるみたいです。でこの井戸ですね、どんどんと下がっていくと暗闇にね落ちていくっていうことでね、地上のね生の場所から死の場所にね降りていくっていう意味があるみたいです。絶対中二病、だからねこのトンネル自体が人生の終わりと再生を表してるみたいです。下から見るとねちょうど雨が降って水滴が落ちてくるんでめっちゃ神秘的です。地下迷宮みたい。一番下に着くとねこういう感じで通路になってて洞窟が続いております。まさかの枝分かれしてます。どっちだろう。光がない方に向かいたいと思います。冒険感があってねめっちゃおもろいです。まだ広がってるよ。めっちゃ怖いけどすごい広いね。やば、めっちゃ綺麗。さっき行かなかった方はこんな感じで、すげえな、石灰岩かな。はい、こんな感じでね滝なのか。うわ水めちゃくちゃ緑やん。ちなみにこの池にはね鯉がいるそうです。行き止まりだったんでこっからの帰り道わかんないんですけど、どうやって帰るのということでここが出口ですね。意外と短かったです。で韓国人が多いですね。ポゲポゲ言ってます。ってことでさっき洞窟から見た滝みたいなやつの上に来ました。めっちゃね抹茶みたいな緑です。ただ鯉は一匹も見当たりません。岩がゴツゴツしてかっこいい。はい、こちら有名な噴水らしいんですけど、ふざけるなよ。なんだこのちっちゃいのは。モザイク画みたいにね全部石でできてて、マークみたいなね、完全にこれやってるよねって話。これ完全にこれマークだよねって話。でも雨がえぐい、本当についてなさすぎてる。今日ロカ岬っていう場所にね夕方行くんですけど、サンセット見たいんで
それまでに晴れないとブチ切れそうです。はい、こちらが本堂というか城です。なんか黒っぽくて古びた感じがめっちゃかっこいいです。フリーメイソンのなんか謎みたいなのが散りばめられてるらしいです。これ完全にこれやって、ここ建てたのはいかにも貴族そうなお金持ちのねオタクが建てたみたいです。なんでフリーメイソンオタクが建てたから、そういう秘密の暗号が散りばめられてるってわけだよね。で中はこんな感じです。館って感じやな。肖像画です。完全にハゲちゃってます。うわ、ここの窓から見える景色めちゃくちゃいいやん。扉の金具のとこだけ完全にふざけちゃってます。舌出しちゃってるから。椅子にしてはでかすぎるやろ。絶対座りづらいやろこんなん。終わりました。嘘でしょ。はい、中庭ね出ることができて、すごい中庭までね彫刻がすごいですわ。で犬を抱いた子供が水を垂らしてきます。ということでレガレイラ宮殿行ってきた感想なんですけど、とにかくでかい広い以上です。でまたこれからね山道を20分ぐらいGoogle マップは50分って言ってるんですけど、多分20分ぐらい歩いてまた他の目的地まで向かいます。もうとにかく雨止んでほしいんだけどマジで。はい、道間違えて1時間半かけて山道登って着きました。ここが入り口です。でここでチケット買います。はい、チケットは公園だけと城に入場できるチケットがあって、公園だけだと10ユーロ、城と公園で20ユーロもします。今回はね公園だけにしました。ちょっと高すぎで、今入ってすぐなんですけど、めちゃくちゃなんか幻想的なんだけど、霧がちょうどいい感じにめっちゃ映えてるな。あれ何か全く分かんないけど気持ち悪い木あるわ。すごいな、めっちゃ幻想的で本当に恐竜の時代にいるみたい。池にはねカモがいます。あのカモでかない？うわめちゃくちゃ出てきた。何歓迎されてます。ありがとうございます。返事してくれてるわ。気持ちいいな。すごいいっぱいいるな。威嚇されてる？こっちはめちゃくちゃ威嚇してくるやん。すごい餌置いてあるんだ。食べていいんだよ。当たり前だけどめちゃくちゃ警戒されてます。霧がいい感じに映えてますわ。ここ橋なんですけどめっちゃいい感じ。なんか植物園みたいなところの池みたいなところになんかキモい爬虫類いるんだけど、色やばない？全く動かんし、すごい変な木ありましたわ。なんか広場っぽいとこ来たわ。トイレか、トイレもあります。はい、ペーナ城到着しました。この宮殿ねディズニーのモデルになったと言われております。ただ霧でほとんど何も見えん。晴れてた方がここは綺麗かも。すげえ。一応ねここら辺までは登っていいみたいで、入り口がねここです。入り口はねめちゃくちゃ便秘だった時の僕です。でこのお城なんですけど、王様の趣味の延長線上でできた城です。王様がねあの丘に俺の城を作るって言って、もともとね修道院だった場所を、お城にしたみたいです。はい、ペーナ宮殿行ってきたんですけど、中入ってないのと霧がかかってるっていうのはあると思うんですけど、しょうもなかったです。次行きます。魔女の森みたい。なんやねんそれ。この薄気味悪い中めっちゃびっくりしましたわ。あれなんか銅像あって飛び降りてるのかと思ったわ。はい、便秘の場所から約15分ね山道登ってやっと着きましたわ。結構頑張ってきたんですけど、これだけかよマジか。で別に景色もさめっちゃ霧かかってるからさ綺麗でもないし、多分一番高い場所なんで亀には一番近いと思われます。はい、すごいね岩場の上にあります。ちなみに434っていうバスに乗ると僕みたいに歩かないでね済みます。リスボアカードは使えないのと乗り放題のチケットも使えないです。十字架はね
クリスチャンじゃない限り行かなくていいと思います。めちゃくちゃ後悔しました。で今からね、ロカ岬っていう場所向かいます。はい。でずっとロカ岬ってどこだよって思うと思うんですけど、実はね、一番行きたい場所で、この地球の最西端と呼ばれている場所です。西の端っこというだけでね、心が興奮しますけれども、今日天気予報ね、夕方の4時ぐらいから晴れる予定だったんですけど、ゴリゴリの曇りです。最近ね、ほんととことん運ないです。やばいです。ロカ岬はね、めちゃくちゃ晴れてるという期待を込めて向かいたいと思います。車内はファンキーな音楽が流れております。ちなみに現金払いのみで 2.6 ユーロかかりました。で充電器はね、一応あります。運転は荒めです。ちょっと待って、晴れてきたかも。やばい、めっちゃ嬉しい。マジですごない？どんどん晴れてきた。はい、ということで風強いんですけど、世界最西端のね、ロカ岬到着しました。今日から友達とかにね、俺世界最西端行ったことあるからって言い切れます。このロカ岬はね、世界最西端に立ったことあるよって言い切りたいがためにやってきました。はい、こんな感じです。この岬からリスボンで見た大航海時代を生き抜く人たちはここから出発したと思われます。見にくいと思うんだけど、赤色のね、灯台を実際その当時の人たちも目印にして旅立ったみたいです。だから一応歴史ある場所です。で肝心の夕日なんですけど、まあ雲出ちゃってますね。いや、思わせぶり良くないって。エモすぎるって。周りはこういう感じで歩けるようになってます。だから夕日が多分全人類で一番遅く見えるっていうロマンしかない。マジでいいね。興奮するね。こっちは自然がすごい。でもう暗くなりそう。いや、あとちょっとやったけどね、まあ綺麗っちゃ綺麗だけど、世界の最西端に僕のチャンネル名刻んどきました。マジで綺麗や。暗くなると灯台がより一層目立ちますね。こっからね、手紙を出すこともできるみたいです。ただ切手はないので、切手をね、リスボンで買ってこっちに来るといいと思います。トイレは一応 0.5 ユーロです。ここでね、最西端に来たっていう証明書をね、買います。1枚あたりだいたい2000円ぐらいです。で撮影ダメだったんで外から撮っております。これあれじゃん、今日行った場所じゃん。今日行ったとこから多分見えるみたいですね、ロカ岬。うわー、悔しいな。で説明しそびれたんですが、ここはね、結構歴史的に重要なポイントになってて、昔はね、平面説って言って地球が平面で、まあ分かりにくい例えで言うと噴水の一番上みたいな感じで、水が外から端っこからね落ちて、その上に私たちがいるみたいな感じの考え方で、その端っこ行ったらどうなるかっていうと、もう死の世界が待ってるみたいな考え方で、今となっては地球は丸いっていうのは当たり前な考え方なんですけど、当時はね、平面説っていう考え方が主流だったみたいです。それでね、地球が丸いっていうのを証明するために、リスボンで見たバスコ・ダ・ガマとかいろんな暴言家たちは、その命をね捨てる覚悟で長い航海にね出るっていう、まあ多分後悔してると思うんですけど、すいません。で当時はね、その平面説っていうのがもうキリスト教で当たり前の考え方なので、地球が丸いって言った瞬間にキリスト教の教えに反するっていうことで処刑されるみたいな時代だったみたいです。はい、詳しくはね「地」っていうアニメ見れば分かりやすいと思います。補足説明以上です。はい、今帰り道なんですけど、なんか電車途中で路線変えやがって、なんか変なとこで降ろされました。ちょっと意味わかんないです。そんなことある？まあ、これが海外ですね。はい、怖いです。はい、ということでポルトガル編いかがだったでしょうか。女性がねめちゃくちゃ好きそうな街だなっていう印象です。シントラなんですけど、正直雲めちゃくちゃあって雨も降ってて最悪かなって思ってたんですけど、いい感じにね霧がかかって結構かっこいい写真とか撮れました。曇りでね夕日見れるか不安だったんですけど、まあ、完全に晴れはしなかったんですけど、ちゃんとね夕日見れて、もうね大満足です。ということで、この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。
コメントも励みになるんでよろしくお願いします。バイバーイ。